ティーズスカイライン2。新たな産業特区とラウンドアバウト住宅街を拡張しさらなる発展を遂げた我らのネオ静岡。これで人口も増えるだろうし今回も開発頑張るぞー。まずはラウンドアバウト住宅街と接続する幹線道路に、1階が商業スペースの複合住宅を区画割り。あ、コメントで教えてもらったけど、道路の末端がサークル状になってるのは、クルドサックだからクルドサック住宅街だぞ。穴があったら入りたい。上から土をかぶせる役は任せろ。埋葬はしないで。へへ。インフォ見たら郵便の満足度が真っ赤っか。静岡の配達は飛脚。さすがにそれは良くないので郵便局を建設しましょ。だな。はい郵便局建てるのでここのお店は即日立ち退きでーす。お前そのうち刺されるぞ。心なしか静岡南郵便局に似た建物が完成。この施設もアップグレードいくつかあるな。稼働特区とかも指定できるみたい。郵便物の回収範囲を地区でも設定できるみたいだ。とりあえずよくわかんないから適当に全範囲入るように区画作成。まあまだ小さい町だし分けるまでもねえって感じかもな。そんなわけで駿河区が誕生。この世界はフィクションです。実在の静岡や駿河区などとは関係ありません。てか区画指定しなかったらどこでもサービス提供するみたい。やっぱりまだ区画いらねえ感じじゃねえか。てへ。気を取り直して今度はポストを設置。ポストには郵便物が1000個までねじ込めるぜ。赤いところがなくなるようにいい感じにホイットな。お次はラジオ塔を設置。これ一本でモバイルラジオテレビが繋がるみたいだ。モバイルないって今までスマホも使えなかったの？マジかよ群馬かよ。群馬はスマホは使えるだんべー。さあ1000円。静岡の街に、ネットが来たー。でもネットワーク品質は真っ赤っか。もう一本立てれば黄色になる模様。こりゃ複数立てるのがいいのかな？距離は多少離れてても相乗効果あるのか、一応緑になりました。これで現代人的な暮らしができるぜ。そして建て終わった後アップグレードでも範囲拡大できたと気づく。後の祭り。機会ができたらやってみましょ。背の高い建物ができて、ネオ静岡も一発の街っぽくなってまいりました。交通量も増えて賑やかになってきたな。幹線道路に区画を作った複合住宅が生えてきた。世帯数50で従業員26人なかなかぎっちり詰まってるぜ。さてお次は何をしようかしら。なんか医療エリアが信頼できねえって言ってるぞ。信頼関係はお医者さんと向き合って、相談して改善してください。そういう話じゃねえよ。そんなわけで赤いところが減るように診療所も建てまし維持費もかかるからこの辺さじ加減が難しそうだ。そいほーい。すっかすかのオフィス街にお医者さんができたね。やったね。インフォの大事さがなんとなく分かってきて、確認したら道路も真っ赤っか。道路整備する施設がないから、路面の状態が不良になっとる。こりゃいかん、急いで道路整備車庫建てましょ。邪魔にならないよう高速道路の入り口付近に建設。さあ静岡のでっこんぼっこんの道路を修繕するのだ。交通量を、確認中。住宅街の出入り口がちょい赤くなってんな。うっかり横断歩道をつけたままじゃった。右折も禁止にしてないから、直進する車の邪魔しちまってるな。左の車線はこっちから入らず南側の出入り口から入りなさい。右折も禁止になったしこれでいい感じってこらー、ここは右折禁止って言ってんでしょうが、分離帯がないことをいいことにずるして侵入しておる。交通ルールを守れー。で色々試したけど分離帯は追加できず、緊急車両とかが使うとかかもしれんし諦めろん。いとかなし。ここも時間帯で混むようなので非対称5車線にアップグレード。紅葉区の高速の出入り口。3車線にするのは右折のところ、左折じゃなーい。落ち着けドラッグすれば変わるから。これは下り。分かってて左側通行最初に選んだんだからこの辺はお前が気をつけろよ。いいよ。お次は教育の確認、今は小学校しかない状態。でも高校も対象人数350人しかおらん、人口が少なすぎな感じかな。でも単科大学は3000人近く対象者がいるみたい。これは大人も通えるみたいだ。んなわけで低家賃住宅の近くから道路伸ばして、単科大学設立じゃー。おっとまだ大学開放してなかった。うちのレイムさんは勢いだけで生きてます。では大学を包囲。って下水や電気が通ってない。トラブル発生。まだ満足度緑だけどとりあえず建てまし下水の方は地形を操作して無理やり建てましこっちも処理はまだ緑で平気っぽいぞ。電気も黄緑だけど一応通って、時間止まってるだけだった。以上、無駄インフラ拡張工事でした。とほほ。
こうして先端とんがってる大学が開校しました。高校は他県で通えのストロングスタイル。色々とサービスを提供したこともあり収支赤字に。市長、増税か予算減らすご選択を。道路の予算を減らそうか。いや道路を下げるのは危ないからやっぱなし。そして 100% だった予算を間違えて 150% に設定し、財政難を悪化させた。他のをちょいちょい下げとこっと。なお彼女がこのミスに気づくのは数年後のことであった。お金がないなら稼げばええんや。資源を確認して新たな産業に着手だぜ。さすがネオ静岡、油田の鉱脈あるじゃない。ドクターナストーンで有名になった相良油田の親戚かな。ヒーハー、下が油田でも構わん、掘って大地を平らにしろー。造成工事中に石油吹き出しそうで怖えな。そのうち激混みな幹線道路になりそうなので、ぶっとい道路にアップグレード。公用区を突っ切るから高速に向かうトラックで確かに込むかもな。ラウンドアバウト住宅街の接続道路とも合流。通勤路も確保完了。油田まだ開放できないみたいだから、先に穀物栽培始めよ。お前ほんと勢いだけで生きてんな。穀物の栽培は肥沃な大地が必要なので、使うところをほいほいほい。石材とかと一緒だな。こんな感じになりそうろー。2階建ての広い家、結構いい暮らししてそうだな。お隣で野菜栽培も開始。野菜栽培も肥沃な土地が必須。特にこれということもなく完成。無駄にだだっ広い道路が哀愁漂ってるな。完全なる、無駄。うさばらしに山を消し飛ばした。気分で山消し飛ばすとかお前魔王の類かよ。ちょびっと肥沃な土地が余ってたので、ここで織物用繊維栽培やりましょ。新たなビジネスの始まり。1円でも多く稼ぐのだー。ギリッギリの範囲を狙うシセンドさん。見た目なんて関係ねえ。と言わんばかりの適当な道。農家さんの指導でももうちょっと考えて綺麗な感じだと思うぞ。でここでは土地の肥沃さ関係ない、畜産業を始めましょ。牧草必要そうなイメージだけど肥沃さ関係ない施設なのな。こうしてオイルマネーを得ようと考えてたら、でっかい農場群が完成しました。おい。遠くから時間止めてみたらグラ綺麗な牛。時間進めたら質感汚くなる牛。なんでだよ。この子の名前は篤姫1号ちゃんに改名。大河ドラマのヒロインの名を付けるのは、昔の農家のあるあるだな。他にも豚や馬も育ててるみたい。多角経営か、大変そうだな。あやべ道路工事した際に送電線ぶった切ってた。こらリアルでやったらめっちゃ怒られるやつだぞ。急いで直しまーす。電力の生産量もギリギリになってきたし、ここらでソーラー発電始めちゃおうかな。リアル静岡にもメガソーラー結構あるしな。じゃ山のところにメガソーラーを。でその前に念のためセーブしとこっと。無資格電気工事でもご安心を、失敗したらタイムリープだ。そして2つ目のソーラーをドーンと建設したところで、マイルストーンもドーンと達成。メガソーラーの建設で周囲からも大きな町と認められたぜ。高密度住宅と石油採掘用がアンロック。これでオイルビジネスにも参入できるぜ。かっこいい、眩しいけど。太陽パネルズラーは映えるな。これで静岡の電気は安心だぜ。だが設置場所は安心できない。断崖絶壁。台風で土砂災害とか起きそう。はっはっは、土砂災害の前にバグ災害だ。なんてこった、念のため再起動しよ。だな。あれ作ったはずのメガソーラーが消えてる？お前セーブ忘れたんじゃ。確かにセーブしたつもりだったのに。こうして静岡メガソーラーはなかったことになった。糸悲し。そういえばゴミ回収してくれなくて、向こうにしてたゴミ焼却場もあるからこれで発電もありかも。町の規模も少し大きくなったし今なら動いてくれるかな？さて大学の使用率はどんなもんかな？ 1000 人通えるのに64人しかおらん。やっぱ先に高校建てないとダメなのかな？付属の高校っぽい感じで近くにホイッと。さあこの高校で勉学に励み、隣の大学に進学して静岡にお金を落とすのだ。おい。ああ、なんかめっちゃアイコン出てる。天候被害みたい。こりゃどうすりゃいいんだ？今 SNS で調べてるよ。あ、アイコン消えたぞ。肩透かし。財政赤字が止まらない、すっかすかのオフィス街難続格解除じゃあ。商用区に生まれ変われー。オフィス街のつもりで作ったのに、もう完全に商用区になっちまった。お客さんが来やすいように地下駐車場アンロックして、設置してあげましょ。200台も止められるのか、立派な地下駐車場だな。その分維持費も高いので早速値上げ。おい。さて石油採掘用を始めて、石油産出国ネオ静岡を目指すぞー。
まずは区画割りからだ。では石油が掘れるところめがけて、グイーンとやってドーン。豪快なグリッドさばき。さてお隣の空いてるところも工業区にしちゃいましょ。あ、おかえり大きな町。そういやロールバックしてたんだった。アンロックされた高密度住宅、気になってたから川沿いにちょっと建てとこ。ここは大学に近くて通いやすそうな場所だな。はいグリッド綺麗に区切られてるけど十字路は撤去だー。十字路絶対許さないおばさん。誰がおばさんだ、しばくぞ。さあ1000円。それでは石油採掘用、海洋。これで財政健全化してくれるかな？オイルマネーでドバイを超えるぞー。ちなみにドバイの GDP は約12兆円で、リアル静岡県が約18兆円だったりする。そうなの？まあリアル静岡にはお茶という名の無限に溢れる油田があるしね。適当言うなよ。てっへー。では石油採掘用を3件立てて財政が黒字化したところで今回はここまで。面白かった。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。憧れのドバイを目指しオイルビジネスにも手を出したレイム。だがドバイの GDP は茨城と同じくらいだ。果たしてこの先どのような都市を作っていくのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。